来月の電気代3000円上がるかもしれないのだ。原因はペルシャ湾の向こう側にあるのだ。電気代3000円増って中東の戦争がそこまで影響するんですか？先輩、詳しく聞かせてください。今日解説するのはイラン対イスラエル、アメリカの戦争が5週目に突入し、ブレント原油が1バレル115ドルを突破した話なのだ。これは今年3月だけで 55% 上昇という史上最大の月間上昇記録なのだ。しかも今日、人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチがイランはイスラエルに対してクラスター爆弾を使っていると告発したのだ。クラスター爆弾って化した国際法で禁止されてるやつですよね。それにしても原油が月間 55% 上昇ってちょっと想像がつかないんですが、そもそもこの戦争はどこから始まったんですか？まず時計の針を約1ヶ月前に戻すのだ。2026年2月28日、アメリカとイスラエルが共同でイランへの空爆を開始したのだ。これが今の戦争の始まりなのだ。イランは即座に反撃し、ホルムズ海峡を封鎖したのだ。ホルムズ海峡というのは、世界の原油生産量の実に 20% が通過する、地球上で最も重要な石油の通り道なのだ。ホルムズ海峡が封鎖されたのに、世界はどうやって原油を調達してるんですか？アフリカを回る代替ルートはあるのかもしれないけど、日本への届けが遅れる分だけでもコストが上がりますよね。そこが問題なのだ。ホルムズが封鎖されれば、タンカーはアフリカ大陸をぐるっと回るルートしか使えなくなるのだ。でも今度はもう一つの関門がある。バブエルマンデブ海峡なのだ。アラビア半島とアフリカの間にある幅約29キロの海峡で、1日に400万から500万バレルが通過しているのだ。そこにイエメンのフーシ派がいるのだ。CNBC によると、フーシ派は今週末、初めてイスラエルに向けてミサイルを発射したのだ。つまりこういう構造なのだ。ホルムズ海峡がイランに封鎖され、迂回路のバブエルマンデブをフーシ派が狙っている。日本に原油を届ける航路が2方向から同時に脅かされているのだ。これは例えるなら、スーパーへ行く道が工事で通行止め、かつ裏道に追いはぎが出た状態なのだ。スーパーへの道が2方向同時に塞がれた状態。先輩の例え、わかりやすいですか？聞いてて正直かなり怖くなってきました。クラスター爆弾の話が最初に出ましたよね。それって原油問題とどうつながるんですか？直接的にはつながらないのだが、これが重要な転換点になるかもしれないのだ。ヒューマン、ライツ、ウォッチはイランがイスラエルへのミサイル攻撃にクラスター爆弾を使用したと告発しているのだ。クラスター爆弾とは何か説明するのだ。一発の新爆弾が空中で炸裂して数百個の小爆弾をばらまく兵器なのだ。不発弾が地面に残って民間人が後で踏んでしまうことが多い。だから100カ国以上が条約で禁止しているのだ。でも先輩、それって逆に言えば国際社会がイランをさらに追い詰める口実になりませんか？戦争が終わるどころかもっと長引く要因になってしまうのでは？まさにそうなのだ。 CNBC と欧州メディアの報道姿勢を比べると面白いのだが、 CNBC は市場への影響、原油価格を軸に報道しているのに対し、欧州メディアは国際人道法の違反リスクを前面に出しているのだ。これが意味するのは、アメリカは経済的視点から停戦を急ごうとしているが、欧州は法的制裁強化へ動きたいという同盟国の中での路線対立なのだ。さらに興味深い動きがあるのだ。ウクライナのゼレンスキー大統領が湾岸諸国を連歴訪問してサウジアラビアとカタールとドローン迎撃システムの協力協定を結んだのだ。イランのシャヘドドローンがウクライナを何百機と攻撃してきた経験から、ウクライナは今や世界で最も実践的なドローン迎撃ノウハウを持つ国になっているのだ。戦場の技術が今度は中東の防衛市場を開拓しているのだ。ウクライナとロシアの戦争が中東の戦争と技術的につながっているとは思いもしませんでした。それにトランプ大統領は停戦に向けて動いているんですか？レジームチェンジが起きたと発言していたと聞いていますよね。そこが一番謎なのだ。LA ナシオンの報道によると、トランプはエアフォースワンの機内で、イランではもうレジームチェンジが起きた、全く違う人たちと交渉している、と言ったのだ。同時にイランが20隻の石油タンカーにホルムズ海峡の通過を許可すると言ったとも主張しているのだ。だが市場はこれに懐疑的で、原油価格は依然として115ドルを維持しているのだ。市場というのは嘘をつかないのだ。さて、この先日本の家計にはどんな実害が出るのか、具体的に計算してみるのだ。ここまでを整理するのだ。イラン戦争5週目でホルムズ海峡封鎖が続き、フーシ派がバブエルマンデブも脅かしている。ブレント原油が115ドルで HRW はイランのクラスター爆弾使用を告発し、国際法違反リスクで停戦が遠のくなる可能性があるのだ。ここから日本の家計への直撃が始まるのだ。日本は原油輸入の約 90% を中東に依存しているのだ。このホルムズ封鎖が長引くと、具体的にどれだけ財布に響くか計算してみたのだ。まず電気代なのだ。原油、LNG 価格が連動して上昇すると、標準家庭で月2500円から3500円の増加
なのだ。年間4万円以上増えるかもしれないって、それは家計に相当きついですよね。ガソリン代はどうですか？私、通勤で車を使ってるので心配で。ガソリンも厳しいのだ。原油が115ドル水準で推移すると、1リットルあたり20円から30円の上昇が見込まれるのだ。月50リットル給油する人なら月1000円から1500円増。年間だと1万2000円から1万8000円の追加負担なのだ。地方在住で車が生活の足になっている人は、都市部より影響が大きくなるのだ。車社会の地方ほど、この戦争のダメージが深刻なのだ。さらに食費にも波及するのだ。肥料の主原料である尿素の国際価格が 50% 急騰しているのだ。LA ナシオンの農業専門記者が報じているが、1トン490ドルだった尿素が665ドルに跳ね上がっているのだ。日本も肥料の多くを輸入に頼っている。野菜や米の生産コストが上がり、スーパーの値札に反映されるまでのタイムラグは約3ヶ月なのだ。つまり7月頃には食品価格への転嫁が本格化するのだ。先輩、ちょっといいですか？電気代、ガソリン、食費と全部値上がりするなら、私たちにできる対策って何かあるんでしょうか？私は固定金利に借り換えを検討した方がいいかなと思ってるんですが、先輩はどう思いますか？いい質問なのだ。金利についても話しておかないといけないのだ。原油高騰がインフレを加速させると、日銀はさらなる利上げ圧力に直面するのだ。変動金利で3000万円の住宅ローンを抱えている人は 0.25% の追加利上げで月3100円、年3万7200円の返済増になるのだ。固定金利への見直しは今まさに検討すべきタイミングかもしれないのだ。冒頭で来月の電気代が3000円上がるかもと言ったのだ。今の状況を整理すると、これは保守的な試算なのだ。ブレント原油がさらに150ドルという試算まで出ている。ソシエテジェネラルのアナリストは4月中に150ドルに達する可能性があると報告書に書いているのだ。そうなれば電気代の上昇幅はさらに広がるのだ。先輩3ヶ月後にはどうなると思いますか？停戦の見込みはあるんでしょうか？私は正直、トランプのもう停戦が近い発言は信じてないんですが、先輩はどう見てますか？シナリオ A とシナリオ B を示すのだ。シナリオ A は停戦、ホルムズ再開通りのケースなのだ。トランプが言う通りに20隻の通過が実現し、4月中に交渉が進めば、原油は90ドル台に落ち着く可能性があるのだ。電気代の追加上昇は止まり、夏の値上げは抑えられるのだ。シナリオ B は戦争継続、封鎖長期化のケースなのだ。HRW 告発で欧州が制裁強化に回り、原油は150ドル超へ。日本の年間家計負担増は、電気、ガソリン、食費、ローン合計で軽く15万円を超えるのだ。僕の個人的な見立てを言うのだ。トランプ発言は市場に懐疑的に受け止められているし、HRW の告発が欧州外交を動かせば停戦のハードルは上がる。シナリオ B の確率の方が現時点では高いと僕は見ているのだ。ただ、2003年のイラク戦争でも長期化必至と言われた翌月に状況が一変したのだ。べきは繰り返すが全く同じには繰り返さない。みんなはシナリオ A と B、どちらが現実になると思うか、コメントで教えてほしいのだ。今日のまとめなのだ。イラン対イスラエル。アメリカ戦争5週目で原油115ドル。HRW がクラスター爆弾使用を告発し、停戦交渉に合う。日本の家計は電気、ガソリン、食費の30億で年間15万円超の追加負担リスクがあるのだ。毎週月曜日は週初マーケット展望をお届けするのだ。来週も月曜に今週の中東情勢と市場への影響をまとめてお届けするのだ。チャンネル登録と高評価もよろしくなのだ。